近日中におそらくね、1ヶ月もかからないと思います。黒幕は逮捕される。はるさん、はい、もう連日報道されている、栃木県の那須の殺人事件、ね、あれはなんであんなにあそこまでっていうか、びっくりするぐらい、もうなんかテレビつけると常になんかそればっかり流れてくるんだけど。2つあって、1つは、その上野で飲食店を経営してたご夫妻なんでね、経営者の方が、わざわざ那須まで行って、そこで、殺められてしまったっていうことと、殺めた人が韓国籍の人。で、その人たちに支持した人がいると。いるとね。その黒幕がまだ分かってないっていうことが1個、まだ事件が解決してないっていうことと、やがて捕まりますけどね。で、もう一つは、ここの、事件に関与した人が元俳優さんで、もう大きい事務所の人だったんで、あの人がまさか、みたいなところと両方あるでしょうね。娘さんがいるのね。そう亡くなったご夫妻に。はい。次、相続の問題が出てくるので、結構財産家なので、その相続に関して、いろんなことが言われてたりとかね、娘さんもどうなのなんていうことが憶測で出てきたりとかはありますけども、これはもう近日中におそらくね、1ヶ月もかからないと思うんです。黒幕は逮捕される。警察は掴んでると思いますね。解決する事件ではあるんですね。そうなんですよ。で、相続に関係する意味での事件だと、言ってますね。本当はね、いろんなことをもちろん見えてるんですよ。分かってるんですが、これ警察がね、今捜査しているので、私がここでいろんなことを言うと、まだこれ今事件の途中、捜査の途中なので、妨げになるのでね、僕がコメント控えているのは理解していただけると嬉しいです。この問題ってやっぱ2つあって、1つは、実行をしろって言って指示した指示役の人もそうですし、実行犯もそうですけども、昔で言うとね、遺恨でこういうことってやったじゃない。恨みとか、恨みとか、許せないとか、仕返しとか、そういうことじゃない事件っていうことがポイントなんですよね。楽して稼ぎたいとか、楽してお金を得たいとか、例えば、今回殺人を犯してしまった、その韓国籍の人たちも、ただ遊び仲間で、じゃあ、お金もらえるならやろうかっていうレベルでやってるんですよ。すごく軽い気持ちなんですね。で今の犯罪って軽い気持ちで犯す犯罪多いですよ。その軽い気持ちって何かっていうと、軽い動機なんですよね。そういう動機で事件を起こす人が増えてるので、怖いよね。で、今後こういう事件は僕増えていくと思ってるんですよ。そうですよね。世の中もっと不安定になっていくわけで。楽して生きていくっていう考え方をする人が、増えてますよね。その楽って何かっていうと、面倒なことしたくないとか、稼ぐことを考えたくないとか、例えば世の中の仕組みについて覚えたくないとか、自分の身の回り、朝起きて眠るまでの間、楽に楽しく生きりゃいいじゃんっていう人がすごく増えてきて、特にこの風の時代になってからは、そういう風潮がまさに SNS を通してぐるぐる回ってるし、それが認められるようにもなってきてますね。なってきてますね。だからやっぱりその労働者が減ってるっていうか、日本のために稼いでいこうっていう人たちが減ってる分だけ、お金はもちろん回らないじゃないですか。回らないと何が起きるかっていうと、今回のようなそういう楽して儲けようっていう、これすれば楽にできるよねっていうような事件が増えてんだなっていう気はしますよね。なんかもう手っ取り早く着手できるっていうあれですか？手っ取り早くなんです。でそういう考え方ってじゃあ幸せになるんですかって言ったらならないんですよね。うまくいかないし、それが今の日本だと思うんですよ。早い話がね。で、それはどれが正しい正しくないっていうのは、法的なことを除いて言えばね、最終的には誰も言えないかもしれませんが、思うのはね、やはり楽を考えずに世のため人のためって逆に今度は反対側に振る人たちも増えてきてる。今までで言うと稼いで収入を得て資産を作って子供たちにとかっていう考え方の人たちがどんどん減ってって、逆に世の中のためになるにはとか、どうすればこの世の中がもっと良い形になるかとか、
私が事業を起こして成功することによって世の中が照らされる場っていう人は増えてるんですよ。当然それはそういう楽して儲かろうっていう、楽して生きていきたいっていう人の反対側に振ってね、相対的だから世の中は。そういう人たちが出てくるのは当たり前のことで、成功する側とうまくいかない側っていうのは二極化してるんで。だから、そういう楽して生きていきたいっていう人たちに僕らが啓蒙してね、そういう考え方ダメよって言ったところで、聞かないしね。それは、絶対数としてそっちが今多いんですよ。多いんですね。考え方をもうちょっと皆さん勉強していく時期なのかなと思いますよ。僕も今会社いくつかやってるからわかるけども、休まないんですよ。休みはないんですね。で、じゃあ休みがないからきついかってなったら、全然きつくない。休んでと言われても何をすることもないです。そうですよね。そうですよね。例えば強いて言えば家族でどっか行くとか、どっかじゃあ遠方に行くから休み取ろうかっていうのはあったとしても、その遠方に行く話も実は遊びじゃなかったりするじゃん。そうなんですよね。だから全部こう仕事にというか、生きることにつながっていくからね。はい。で、今すごい答え言ったんですけど、仕事することって生きることとマッチングさせることが、一番人間って幸せなのかなと思うんですね。やりがい、生きがいにつながりますからね。楽して生きるっていうのは、自分が何もしなくて赤ちゃんみたいに子供みたいに、すべてやってもらうことが楽してもらうことっていうふうな思い込みだと思うんですよ。でも本当は親があんだけ子供のことでやれてあげて嬉しいのは母性愛とかね、保護愛とか、成長させていく喜びとかね、成長させることによって自分も成長できるとかっていう、もっとその子供が得られないものを得られるから、子供を子育てとかをしたいんだと思うんですよ。みんなそうだけどね。それはやはり楽して何かだけをもらうっていう喜びは一方向しかないから、僕は最終的に楽しくないんじゃないかなって気がしますけどね。それって続かないしね。やっぱり刺激以外の何物でもないわけだからね。やっぱりこう与えられ慣れると、自分も与えたいって気持ちが多分生まれるものだと思うんですよね。で、その時に誰にも何も与えられない自分っていうのが一番絶望すると思うんですよ。すごいいいこと言った。今本当に40代、50代の方ってね、自分が与えられないってことに対する絶望、増えてますよ。それって結局楽してきた結果じゃないですか。すごいこと聞いた今。みんな聞いた今。楽して生きてきた結果、与えられない人になっちゃった。これは、時間軸としてすごい深いことを今僕学んだな。確かにそうだ。確かにそうだね。楽して生きてくると、相手に与える力がなくなるんだ。与えたいと思った頃には、もう与えられない自分になってる。でも見てる人たちはもしかしたら別に与えようと思わないもんって思うかもね。でもそれって与えようと思えないってことがどれだけ不幸なことか。また来たこれ。っていうことに気づけずに一生終えるのもそう、相田さんはどこで気がついたの？でも私はそれこそ本当に、私もずっと楽してこのまま何もしないで生きていけたら楽しいなって思ってた時期もあるんですよ。そうだよね。それこそコロナ禍で、進路が私が考えてたようにいかなくなってしまって、何もできなくなった時に、お父さんもお母さんも、とりあえず今はもう、とにかく休む時期なんだよって。それで休んで力つけて、また何かやったらいいよっていう風に認めてくれたので、これでいいんだと思えて、何もしないで本当にいた時期があったんですよね。特にコロナ禍とか、自粛の流れもありましたけど、みんなそうだったんだろうね。でもお家の中でずっと何もせずっていう時期があったんですけど、その時って、楽だ。なんて楽なんだ。したいことだけして、起きたい時に起きて、寝たい時に寝て、これって人が求めてるものだよなって思った時あったんですけど、それってすぐ飽きるんですよね。でそれってできないからこそみんなやりたいわけであって、それが日常になると今度仕事したくなるんですよ。誰かのために役に立ちたくなるし、自分がこの社会に存在してる意味、そうだよね。いてもいなくても変わんない存在になってるっていうことに気づいた時にすごく不幸な気がして。今2つ大事なこと言っててね。人間って他者がいないと自分を確認できない。そうですね。で、それは本当にすごく自分が学んだんだよね。
他者がいることによって自分っていうのが比較されるわけじゃん。だから人によっては相手を落として自分が上がろうとする人もいるけど、まあ基本的にはどうあれね、プラスマイナスどうあれ他者がいないと自分が確認できないっていうのは、これとても大事なことに今いくんだよね。もう一つは何だと思う？今言った中で大事なことって聞いててどう思うか？なんだろう。仕事とかね、自分が休んだ状態でずっといると生きていけないって言い方じゃない。そう言ってね、もっと言ってしまえば、社会の中の役割から外れると、人って生きていけなくなるんです。要は社会からの仲間外れじゃない。それが実は自死をするとかね、この世から去っていくとかっていうのの段階なんですよね。世の中の流れに乗ってるってことは、世の中のこの時間の流れに乗ってるってこと。一番やはり時間の流れに乗ってる人ってのは楽ちんなんですよ。この大きな川のエネルギーの中に乗ってるからね。そこからちょっとずれる人もいるわけじゃん。それが嫌だ。僕は完全に乗らないけど、うまく距離を取りながらも、大きく流れる世の中の川を見ながら、うまく調整するでしょ。そこからも落ちちゃうと、今度は自分がどこにいるのか、さっき、そう言ってたみたいに、自分が何のためにそこにいるのか。っていうところが起きてくると、もうこの世にいなくていいよねっていうところに即決していきますよね。そう思います。だから、それは、他の国、いろんな国々にも自殺率とか高いところいっぱいありますけどもね、そういう社会の仕組みのところ、要は世の中の仕組みから落ちやすい若者が、大人がっていう国は自殺者多いですよね。羽根さんはね、中学時代、もう覚えてないかもしれないけど、高校時代、いつもお父さん言ってたのは、私は何になればいいのとか、どうすればいいのとかっていうことを、最初はソフトに言ってたんですよ。で、だんだんこれがね、日が経つにつれて激しくなってたの覚えてる。でも、だからすごく悩んだ時期があったのを覚えてますね。で、俺はその時に、お父さんとしてはこう行くべきじゃん、ああ行くべきじゃんってことを言わなかったの分かる？言わなかったですね。言えば、当然こういうお仕事をしてるわけだから、あなたの性質も全部分かるから、こういう方向がいいよねっていうふうに言ってあげれば、簡単なんだけど、言わなかった理由が1個あるんです。これってね、何でもそうなんだけど、例えば生き様の問題だったじゃん。中にはね、事業を起こしたいとか、新たに自分が何かしたいっていう人、世の中いっぱいいるの。で、始めきれずにみんな成功できない理由っていうのはこの01なんだよ。0から1にする力っていうのはとっても大変なんですよ。大変。だっていろんな事業します、こんなことになります、こういう仕事しますっていうのは、一回1に入ってしまえば次2、3、4って進んでから簡単なんだけど、一番難しいのは自分何もないけど1にしようっていうこの01がとっても大変で、そこで手を貸しちゃうと01にならないんですよ。その人になっちゃう。お父さんになっちゃうんですよ。究極。ましてやそれが中学高校時代にそれをやってしまうと、多分今頃あゆみさんはお父さんに反発してたと。これはお父さんが作った仕事だよね。お父さんが引いた線路だよね。だから私はここじゃなくてもっと違うところに行きたかったっていうことは、もう目に見えてわかるので、だから言わなかったっていうのは大きいかな。なるほど。よくだから今セッションでもいろんな方々が相談にいらっしゃって、はるさんどうすればいいんですかとかね、はるさん事業を起こしたいんだけど、どういうふうに始めればいいですかっていう時に僕はいつも言ってるのは、とにかく失敗してもいいから企画書を出しなさいと。失敗してもいいから始めなさいと。笑われてもいいからこんなことしたいってことを書かなきゃダメだよっていうふうに言ってるんですよ。で、僕今たくさんの生徒さんがいて、その生徒さんたちと事業を今やろうとしてて、たくさん書かしてるんですけども、そうね、200人ぐらいいて、その中で書いてきたら2人しかいませんから。それくらい0から1を起こすエネルギーってね。で、実際帰ってきたものを見るでしょ？とんでもない内容なの。でも俺言ったのね、とんでもない内容だよ。だけど、あなたはとんでもない内容でも、1を始めたから、このとんでもない内容を、ちゃんとした内容に一緒に考えていこうっていう話ができるわけですよ。そう。そっからが多分歩みなんだよね。一緒によく歩んでいくって言葉があるけど、それってね、第一歩目を歩まない人にはやっちゃいけないと。そうですね。そう。足を踏み出さない人に自分の手を持って足を踏み出させると、後で言われるよね。そう思います。まあ話また元に戻しますが、そういう楽して生きていくっていう、その考え方は、
皆さんどうなんだろうね。本当の楽っていうのは楽しいって書いてるのが楽なんで、何もかも自分の作業とかね、やるべきことを人に任せて、自分が本当に、赤ちゃんみたいに行くことは楽ではないと僕思いますよ。僕みたいに、そうだね、仕事をたくさん僕やってるんですよ。たくさんの仕事を今させてもらってて、それこそ皆さんが想像してる以上に多くの事業をさせてもらってますけど、もう眠る暇もないぐらい大変です。けども、それは大きく変わるから大変ってことであって、逆に皆さんが良くなることはもう目に見えてるから、これ楽しいですよね。つまり僕楽なんですよ、今仕事してて。っていうところに行ける人が、世の中でいう成功になるのかな、という気はしますよね。このようにね、こういう事件を通して、私たちそういう今ちょっとね、違うところにコメントしましたが、ただ、これ事件と関係のないと僕思ってなくてね、注意喚起なんですよ、僕らの中ではね。こういうところをね、もっとみんなが分かっていかないとね、第二のね、ナスが起きてきます。これは間違いなくね。そこはやはり皆さん、考え方をね、逆に自分たちのこれを教訓にしてもらってね、こういう生き方になっちゃうんだってことが分かるとね、この事件が起きた意味も分かってくるしね。まだみんなもやもやしてるかもしれませんが、近日中にこの事件は解決してますのでね、心配せずに、逆に自分たちの指針としていきましょう。